はい、おはようございます。本日はですね、岡山県は2度目でございます。クレストビークルさんのイエルデを紹介していきたいと思います。またまたクレストビークルの社長さん、赤木さんをお呼びしたいと思います。赤木さんどうぞ。はい、どうぞ。クレストビークル赤木でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回みたいな感じで、はい、イエルデの紹介をしていただきたいなと思います。了解でございます。まずですね、このイエルデのこだわりポイントの方教えていただいてもよろしいでしょうか。まず、はい、一つは、はい、一級建築士が設計したデザインになっております。はいはい、なるほど。確かにこの目立った感じがすごくありますよね。他で見たことない。ない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 、もうそうですね。建はい、築物っぽい感じの。そうですね。確かに。はい。戸建ての家みたいなはいはいはい。雰囲気だと思います。二つ目が、はい、内装は DIY で買った方が自由にアレンジしていただけるというコンセプトのもと作っております。はい。ということで、まず外見の方からはい、紹介していきたいと思います。はい。はい。はい、それでは早速、まずですね、もう、はい、パッとこれを見て目のつくポイントを、はい、まずご紹介していきたいなと思うんですけど、はい、まあ、これですよね。この突き出した。この突き出したこの突起物。はい。はい。これは実際にはいこのシェルに使ってるアルミフレームです。ほう。普通はもうこれなしで、はいはい、ここで切ってこはいはいうすっきりしたデザインって感じなんですけど、はい、あえてデザイナーズ建築っぽくっていうお願いをして、なるほど。このフレームをむき出しのデザインにしていただきました。なるほど。なのでこれ特段別にここで何かがあるとはないんですけど、なるほど、そうですね。ちょっと物を干したりとか、タオルとか洗濯物などを干すのにも便利だし。まあなんかタープとかかけるのになんか使えそうな気もするよね。確かに。はい、これはもともとはこれ塗ってません。なのでお買い上げいただいた時は、アルミのもうこういう普通のシルバーの色で、お客さん自体がもう自分の好みで、もしくは軽トラックに合わせて、まあ今たまたまオレンジに塗ってますけど、まあ赤でもいいし、青でもいいし、黒でもいいし、磨き込んでテッカテカにしてもいいし、表面仕上げで、表面仕上げで、はい、っていう風にここも DIY の要素をなるほど。これも自由にね。はい、オレンジ合うてますよね、この感じに。これちょっとねシルバーとオレンジ可愛いかなと思って。いやめちゃくちゃ合ってますね。赤井さんセンスありますよね、そういう。はい、よく言われる。このイエルでなんか車の雰囲気にあったね感じです。この特徴的なこのアルミフレームをイメージしたデザインを作ってくださいっていう感じでお願いしたら、メールでもう小1時間で返ってきました。はいはい。でもうこれでもうパッと見て目立つっていうのはやっぱこのなみなみの外壁は何でできてる？これはねガルバリウム鋼板っていう。出ました、ガルバリウム。はい、実際に家でも使われてる外壁に使われてる外壁材です。このガルバリウム自体に断熱材がそうです入ってるんですよね。そうなんです。なのでこれ構造で言うと、一番内側はベニヤ、はいはい、ベニヤ、はい、その中にアルミフレームで隙間にはスタイロフォーム、はいはい、スタイロフォーム断熱が入って、でその外に今度防水シート、水は通さないけど空気は通すっていうシートを貼って、その上にこの最終ガルバリウムが来るんですけど、これも 1.6 ミリあって、この中に発泡ウレタン系だと思うんですが、断熱材が入ってる。すごいですね。なのでかなり断熱性高いと思います。今シルバーの色になっておりますが、全部で9色を選べます。はい、お持ちしましょうか。9色、こちらがシルバーでございます。これも外壁と同じ。一緒ですね。はい、これが白なので、まあ白い系統でも真っ白っていうのもいいですし、いいですね。はい、ゴールド、シャンパンゴールドっぽい色ですね。はい、なのでシルバーでちょっとこう違う雰囲気っていうのも出せる。素晴らしい。オレンジになってます。ちょっと可愛いですね。これはい、軽キャン女子に選んでいただきたい色ですね。いいですね、いいですね。こちらブルーですね。白の軽トラにブルーとか、シルバーにブルーも合うんじゃないですか。これブラック。今度ハイゼットジャンボ用を出すんですけど、これは真っ黒で作っております。ちょっと珍しい。これはグリーン。グリーン。これ割とね、鈴木のグリーンの色に近い色で、たまたまですけど、レッド、個性的。黒軽トラに赤とか全然いいと思います。これグレーですね。グレー。ちょっと大人な感じの。まあいいですね。マットな感じになるんですね。どれもね、そんなに光沢がある感じじゃないので、マットな素材というか。
ですよね。はい。でもこれはもうガルバリウムは軽く10年以上品質を保ちますんで、なので長持ちします。あとは窓ですね。これ横長の窓、もうちょっと大きくとか言われるんですけど、これちょうどここにフレームが通ってて、ほいほいほい。後で中紹介しますけど、上の部分のベッドの横のレールをちょうどここにさせるようにしてるので、ここまでの高さを考えてこの窓にしております。はい、ちょっと値段は高いんですけど、複層ガラスの二重構造で滑り出し窓といってこう斜めにこう上がっていくタイプなので、多少雨が降った時でも入ってこないと換気ができるというメリットが素晴らしいですね。はい、こちら反対面ですけど、これも同じようにで、ここはバンク部なんで、少し小さめの窓、高さは一緒なんですけど、幅は半分ぐらいの窓、これも同じように複層ガラスの二重窓で滑り出しで開くようになってます。で標準状態では、この窓と先ほどの横長の窓が一つずつが標準で装備されてると。で、あとは実際にご商談の時に向きがどちらがいいかっていうのは無償で、上の窓は向こうにあって横長がこっちがいいとっていうのは無償で変えれますし、あと追加オプションで、反対側にもバンクベッドが窓が欲しい、反対側にもこの長い窓が欲しい、なるほど、というのは最大4枚までつけることができます。いいですね。後ろに参りましょう。ここもね、気になるところがありますね。そうですね、一番目につくのがこのフレーム、これも実際にこのシェルに使ってるフレームをそのままむき出しにして、ご購入時はこれもアルミの素地のまんま、なので今回はこれは前に合わせて同じようにオレンジ塗ってますけど、これも買った人の好みで色を塗っていただけたらいいかなと。いいですね。煽りから出ないようにしているわけですよね。そうですね。一応安全性というところで、後ろにずれてくることって基本タイダウンベルトを止めてればないんですけど、万が一後ろにずれてもここから落ちることがないというのと、あとこの高さのこの煽りを上げるこだわりっていうのは、テールランプの位置がどうしても軽トラックって下なんですよね。直後に後ろ大きいトラックとかがつくと、交差点とかでブレーキのランプとか、ウインカーのランプが見えなくなっちゃうケースがあるので、その視認性も含めてこの煽りはあえて上げるように作ろうという感じにしました。他の製品だとね、これをこう下ろしたり、もしくはもうこれを丸々外したりするケースもあると思うんです。僕らのはもう丸々外してます。そうですよね。なのでそういうのはもう他社さんがやってらっしゃるので、一応は他社と違うようにというところで煽りを上げて使えるというふうにしております。いいですね。エアコンが装着されてるじゃないですか。エアコンついてる部分はマックスね1割こうね。そうですね。1割出てて、入り口はちょっとそこからこう引っ込んだところに。なのでここはちょっと底上げをした状態で上に上がって出てて、でこれがオプションのウィンドウエアコンを今つけてます。エアコンなしだともうこれはそのまま外気ガルバリウムがガッとこうつくわけですね。上の換気扇は標準。なるほど。だからあそこまでで1割で収まるようになってます。なるほど。でそれをしたおかげでここにすっぽり空間ができたので、そうですね。うまいことここが屋根の軒下みたいな感じになったので、多少雨が降ってても出入りするときに濡れにくい形状になっております。僕たちもシェル乗ってるじゃないですか。痛いほど分かるんですよ。やっぱシェルってどうしてもね、車の中から行き来できないんで。そうですね。こういうのはね、ものすごく便利なんです。しかもこれドアがこっちに開きますんで、両方からこう雨来てても結構防げるんです。なるほどね。こういう感じですよね。そうです。これでドアを開けると、これこっちからの雨もいいですね。向こうからも防いでくれるし、これは素晴らしいですね。本当に。置いて気になってたのこの上にねピュッピュッピュッとこうあるじゃないですか。ありますね。これは何なんでしょう。これはですね、屋根もガルバリウムの屋根材を使ってるんですよ。あそこでこう繋いでるんです。で雨漏りしないように繋いでるのと、たまたまなんですけど、これ前まで3センチぐらいの突起がずーっと前までいってるんです。これはね、おそらくですよ、エアロダイナミズムを生んで直進性が増してるはずです。本当です。直進安定性。なのでもうフィンがあることによってトラックの時の横風とか直進安定性は優れてるんじゃないかと。勝手な予想でございます。見解です。でも実際僕高速を大阪までこれ往復してるんですけど、かなり横揺れは少なかったように。なるほど。個人の見解です。
それからまあ加えて言うならもう一個ポイントで言うと、この端っこと端っこは上に上げてるので、上に溜まった雨水は前か後ろにしか行きませんので、横から落ちることは横からない。落ちるとかありません。某軽トラのシェルに乗ってられる方が、ここね、このドアを開けた時に、はいはいここから雨がジャージャーっとはい来ると。はい、来ます来ます。はい。いう動画を拝見しまして、弊社の商品はですね、はいもうこっちに落ちるように腹がなってますよ。なるほど。はい。あ、もうこっちから落ちることはないと。はい、なので、まあ、僕みたいなのが乗るとですね、はいこうどうしてもこう、傾きますよね。下がるわけですよ、こう、はいちょっとトンと。はい。その時に、雨水が、はい。このワシャーっとくるわけですよ、ここにはい。これが、こっちにちゃんと落ちると素晴らしいですね。いう動線をなるほど。作ってます。ちなみにその見た動画って誰の動画ですか？旅なんとか、もしくはなんとか暮らし。全部言うてる。っていうなんかお二人でされてる動画やったんですね。なるほどなるほどはい。いやでもすごいですね。でも、はいそういう着目点がやっぱり、はい意外とね僕らもそうやったんですけど、あれが鬱陶しいんですで使ってみないとわかんない。よ。そうなんですね。僕はその動画でもう使う前から知りました。いやでも嬉しいです。ありがとうございます。はいそういうのは。いえいえこうやってね、なんかそうやって使っていただけるなんて嬉しいですね。はい。ちょっとしたね、気配りが入ったシェルでございます。ね、これがこの下に、はい外部電源。外部電源これはね、ちょっと今試作で2つに分かれてますけど、はいはい実際販売するのはもう簡単に1個ものであーなるほどパチッとなるほどさせるようにはい変更いたします。なるほど。はい、それと、はい。ここにこれオプションなんですけど、こう一応鍵付きのいいですね。素晴らしいですね。この外部電源がああるのなので、バーベキューとか、まあ、外で何かするときに、ここから電源欲しいときは、はいここから中のポータブルの電源も取れますし、はい、という感じの使い方ができます。ありがとうございます。電気盗まれないようにいいですね。鍵をつけております。素晴らしいでございます。それと、この状態で中入ってて、はい。いたずらで煽りを締められると、もう出れないですね。はい、出れなくなっちゃうんで、はい一応それを防止するために、はい。ここに鍵がついてます。ロックの。ほう。なので、これをここにカチャンとしとってもらったら、はいこれでもう上がりません。すごいですね。横にずれても上がりません。ああ、素晴らしい。というのがついてますんで、そういうね、ちょっと細かなところは素晴らしいですね、本当に。あとね、このシェルをどのように固定してるのかというところでございますね。これはね、はいここに1箇所、はいはいはい。からその後ろに1箇所、はいこれねで、タイダウンベルトで止めるようになってます。なるほど。はい。まあ、じゃあ、煽りを上げてしまうと、もうこれは見えないと。そうです。いうことですね。ここはちょっとこだわって、はい煽り、まあ、この下は見えますけども、まあ、はい。なるべく外観を崩さないようにという形でタイダウンベルトにしてるのと、あとこのタイダウンベルトは、ベルト自体ははい破断強度が650おお、一本で。 1本で金具の方がちょっと弱いんですけど、はいはいはいそれでも1個250キロあるんで、まあ、4つで1000キロでグッと締めとけば、もうこの状態で、まあ、動くことはもうまず、まあ、それは一番ご存知だと思うんですけど、もうこの重さがありますんで、はいずれたり動いたりは、まあ、まずありません。そうですねはい、ただまあ一応念のために、はい、っていうのと、はいあとちょっとこれはですね、はい。クレストビークルおオリジナルのお、すごいじゃないですか。タイダウンベルトを作りましたので、すごいじゃないですか。はい、これ買った方には標準装備。おお、素晴らしい。色はブルーしかありません。いやいや、すごいですね。うわ、こんなんあんねや。ね。で、脱着はですね、はいこのモデルは、はいここにちょっとパイプを入れる穴があるんですけど、じゃあここに入れて、はい足を可動式のタイヤがついたやつにしようと思ったんですが、がどうしてもやっぱ不安定になるので、危ないですからね、はい動いてしまうと。はいなのでそれはちょっと見送りまして、はい販売モデルから、皆さんよくあるタイプの、なるほどなるほどこの辺とこの辺で、あ、ボルトからすると。はい、ボルト2個はい止めるという、はいタイプに変更します。旅基地方式と。そうですね。なので、どうやって乗せたり下ろしたりするんですかっていうのを、今知りたい方は、旅グラフさんの動画の、第何回でしたかね。ありましたよね。ありましたありました積んだり下ろしたりの回が。あの感じを思っていただければ、なるほどほぼあれです。わかりました。ありがとうございはいます。重さは、この標準状態ではい220キロ。おお、軽いですね。そうですか、ありがとうございます。軽いです、軽いはい。です。で、最大積載では350キロなので、そうですねはいまあ130キロ分ぐらいは中にいろいろ積んでもらえるかなという。 DIY したりとか、はいだいぶ余裕はあるんじゃないかなとはい思います。はい。はいって感じになっております。はい。皆様お待ちかねの中の方をちょっと紹介していきたいなと思います。
ではここから、はい私ではなくこの幅を見ていただければ分かると思うんですけど、こちらにいらっしゃるはいマキさんの方はいに中を案内していただきましょう。わかりました。お願いします。電気がここやね。あー、いいですね。でその上が換気扇のスイッチですね。電気の上がね。はい。あー、これ換気扇ですね。おまきさんに入っていただいておりますが、はいこれはオプションで壁紙をはあ、はあはあ、なる貼ってほど。おりますので、はい通常のはい標準状態では、はいベニヤ打ちっぱなし状態になりまあ、す。なるほどなるほど。壁紙もない感じってことですね。はい。壁紙もなくて中も全部空っぽと。はい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 。なるほど。はい。で窓と電気がついてるって感じですね。なるほどなるほど。なので DIY 要素がもうたっぷりなので、あ好きな壁紙を貼ってもらうとか、横を全部木目調のログハウスみたいにしたいとか、あそういうご要望にももうDIY ではい。作っていただけたら、はいというのと、はい苦手な方はうちに依頼していただければ、作る段階で全部壁紙もお好きな色を選んでもらって貼っておくということも可能でございます。なるほどこ。んなごっつい壁紙のサンプルが置いてあった。2つ。めちゃくちゃ種類ああ、そんなにあるんですね。めちゃくちゃありますもうだからご自由に決めれる感じですね。る。はい。下のクッションフロアもそうですね。そういうことね。はい。はいこれも通常ベニヤ仕上げなので、はいはいはい。こういうクッションフロアも色もたくさんありますし、逆に大理石みたいなタイル調の仕様にもできますし、ああ、なるほど。もう普通に DIY でフロアカーペットみたいなのを敷き詰めてもらうだけでも床は簡単にああ、確かに。はい。で DIY がはいはいできないと。はい、できないと。方のためのオプションがこれが大阪にあるはい DIY 専門店ドスボさんはい。と、協力させていただいて、はいこれの専用のカウンターテーブルキット。ああ、なるほど。なのでこれはシンクはついておりませんけども、はい。このキット買ってもらったらこの足の骨組み、ああ、これはアルミのパイプでできてまして上のパイン材の数の板ですね、はい。がついた状態でキット化しております。なるほど。はい、なのでシンクとかが欲しい方はあれはもうね、はいネットで買っただけなんですけど、はいはいはい穴を開けてあそこにお椀型のシンクを置けああ、ばなるほど。上にウォーターサーバーを置くだけでそういうシンクが作れる。はいはいはい。はいこれいいですね。そういうのはもうぜひ DIY でああ、はあ、はあ。作っていただいたらはいいいんじゃないかなと思いわかりましたます。こちらがね、ドツボさんですね。まあ、カタログ、まあ、これもクレストビーフさんの方に問い合わせていただけると、まあ、こういうものもあると。そうですね。いうことですねそれからまた大阪の松原市にああ、松原。工房があるので、あもし大阪近辺の方はこのシェルを買って、まあこのシェルじゃなくてもいいんですけど、はいはいはい何か DIY で物を作りたいっていう時にはドツボさんの工房に行くとお店のスタッフの方が一緒になっていろいろ考えてくれます。この辺はもう自由にアレンジしていただきたいなるほど部分でございます。でこの今おまきさんが座ってるロングソファー的な感じですけど、はい一応これはベッドにもなるし展開すると椅子とテーブルにもなるキットでございます。そうなんですよね。はい、これはねやっていた、だきましたでしょうか。家で車中泊した動画を見ていただいたらわかると思うんですけれども、見事にトランスフォームをするはいキットでございますね。そうです。はい。まあ、そちらの方を見ていただいたらわかりやすいかなと思います。このパイプを使ってできるよっていうところで、そういうことですよね。はいこういうアレンジをいろいろできると。はい。こんな感じでトランスフォームすることができます。はいここにね、あるんですよね、このちょっと物を置けるポイントが。はい。この位置にテーブルが来るっていうのがいい。ええわー。車中泊させてもらった時も動画でも言ったんですけど、このスタイルがすごく良くて、ですよね。はい、めちゃくちゃいいです。これちょっと作業とかもさせてもらったんですけど、もう絶妙なんですよね。はい、それではバンクを展開していきたいと思いまはい。す。こういうことですね。はい、そうです。はい、こういうことですね。こういう感じでございます。これの広さがだいぶ広いですね。おまき身長何倍やったっけ165 ？165でで、足今ピタッついてここまで。あーどうこれ全長は195ありまなるほど。もう大体の人間は大丈夫ですね。す。はい。はいセミダブルですね。はい。セミダブル横が約130。はい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 。ちょうどだからセミダブルぐらいのそうです。感じの大きさですね。はい。はい。高さも十分あるね。高さ十分ある。 56センチ。ああ、なるほど。でね、ここにコンセントね、このやっぱ寝る時とかやっぱベッドね、そばにやっぱ必要じゃないですか。そう、寝る時の充電はもう必須やから。必須やな。こうね、こういう優しさコンセント。はい。どこかのシェルの位置と同じコンセント、位置が便利だなっていう動画を見た記憶がありましたはい。なるほど。どこかのシェルと同じ位置に、いや、なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんです
あと上で電気もついてるそうなんですよね、このリモコン式にリモなっておりますコンんで。がすごいですね。はいパナソニックの照明っていうことで、そうです。一回ちょっと消灯してくださいよ。あ、いいですね。お休み、お好みって何？わかんないです。寝るときにこうボタン一つでね、照明切れるっていうのは便利ですね。好きなところにスイッチをそうやね。させれるっていう、素晴らしいと思います。窓窓はね、窓をちょっと。はい、いいですね。はい、はいでこれも開けてうん雨が入ってこうへんからね、そういうことね。うんはい、斜め開きってやつですね。はいはい。奥の方にあるから、うんうん。風がねちゃんと通るようにそうやね。空気が通るようになるほど。なってるね。はい。はい。あ、それで外れるんや。そうなの。おお、なるほど。そんなん知ってるの。ちゃんと見て勉強してる。あ、いいですね。洗える。あー、めっちゃいいな。んあー、これはええわ。なるほど、なるはい、ここが、はい軽トラのところとつながるはい窓ですね。窓ですねこちらはオプションだそうです。ほど。はい。で、こっちの軽トラとつながるのね開けるはい。ガラス、はいリアガラス交換もはいやってくれるそうです。あー、素晴らしいですね。これね、絶対で。これいいねん。しかもこれ、鍵つけれるから、軽トラだけを使うときに閉めれるから、あー、はい。防犯性がね、ほんまやな。そう。う週末だけ使うとかっていう人は特に置きっぱなしだとね、うん怖いから。はん。いいと思います。い。あと電気周りは、はいそこにメインコンセントがありましてですね。で、そこに、これですね。そのコンセントをメインコンセントに挿しておくと外部の電源が使えて、はいメインコンセントの差し込み口を抜いてポータブル電源とかに挿していただくとそのポータブル電源の電気が全部のコンセントに回るという仕組みになってるので、電気同士がぶつかってダメにならないようにちゃんと回路を切り替えておりますので安全に使っていただけるようになって抜き差しすることで切り替わるみたいな感じですかね。そうですはいはいはい。で今はこれもう電源サイトがないところなので、ジャックリーのはいエース1500にはいつないでおります。バカでかい子ですね。はいはい。これにつなぐとこれはエアコンもはい。動きますんで、すごいですね。はい、基本的には走行充電とかはもうない感じですね。そうです要望があればなんですけど基本はこれを週末だけこのシェル乗っけてあ行くとかっていうずっと積みっぱなしっていうよりはこのシェル単体で使えるっていう風に考えてるので、はい。なかなか走行充電とかやると線つないだりとかが出てくるので、それをもうポータブル電源で解消してもらうという感じにしてます。そのためにうちもジャックリのポータブル電源は取り扱いをしておりますので、はい実際このシェルを購入するときにオプションとしてはい一緒に購入することも可能です。なるほど。はい、あとは例えばソーラーパネルつけたいとかっていう要望とかがあれば、はいもうそのソーラーつけて、はいDIY する方とかだったらどっか横から穴を開けてですねほうソーラーの線通してこうパテで埋めるみたいな、はい。まあコーキングしてみたいな。コーキングしてみたいなはい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 。そういう感じでいろいろ使ってもらえれば。なるほどテレビのアンテナとかもそうですね。外に出して、普通にこう止まった時には上に立てれるようにみたいなはい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 感じのことをやってもらっても。なるほど。まあソーラーがつけた場合は例えばこういうジャックリーとかのまあそのポータブル電源を充電するそうですねできるようにっていう形で使うとはいいうことですね。はい。で、ジャックじゃなくてもすでにポータブル電源をお持ちの方とかは、はい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 そのものを持ち込んでもらえればすぐ使えますし。なるほど。はい。これからまだ多分ポータブル電源ももっと容量の大きいものとかも出てくると思うので、そうですそうね。するともっとエアコンも長く使えたりとかっていう感じ。あとは災害の時とかなんかにもはいこれで避難したりとか、なるほど。避難先で使えたりはいっていうような想定も考えております。なるほど。このサイズでエアコンマックスで2時間は持つんですよね。マックスで2時間待ちマックます。スでだからちょっと休憩やったら別に電源ないところでもエアコンつけてゆっくりできるとご飯食べたりとかね。十分よね。いや十分よね。あと夜だけだったらもうちょっと長い時間回せると思うので、大容量ですよねこの子が。ちょっとまたこれは試しましょうかね。あ後ろ動画であそうですね何時間持つのか。はいはいぜひぜひやってみてくだ不さい。満的なはい。やつをそう。はい、今度はちょっと何かまた面白い企画を考えます。あいいですね。そうですね。はい一応こういう冷蔵庫とか、はい電子レンジとかもこれはいサンプルで入れてますけども、はいポータブル電源でも使えますので。っていうところですね。はい、この辺はもう使う方が自由にアレンジしていただいて、はい重量がでマックス350キロなので、持ち込むものは計算してもらわなきゃいけないんですけど、はいでも意外とねこの辺りこれで8キロ、このテーブルとかももうほんと6キロあそんなもんなんですね。はい、そんな感じなので、これもアルミパイプのフレームなので、こういうパイプを使ったフレームでテーブルとか椅子とかを作ってもらうと、中のものはすごく軽くできます。
これを全部木であ側面とかもがっちりやってしまうとちょっと重たくなっちゃうので、その辺は多少工夫が必要かもしれません。なるほど。はい、ということで、イエルでご紹介させていただきました。シェルを購入するじゃないですか。当然、軽トラックも必要になってくると思うんですけれども、軽トラック持ってなくて、軽トラも一緒に探してもらいますっていうのも可能なんですよ。可能でございます。車屋さんでしたよね。はい、うちはスズキの販売店でもありますし、なるほどあとダイハツも販売可能です。あ、じゃあもうハイゼットも、はいキャリーも、はい両方 OK とはい、いうことで。今もう軽トラはハイジェットとキャリーになっちゃったんで、まあそうですね。はい、ホンダももうアクティがそうね終わりましたからね、はい、そうですよね。なのでどちらも入手可能でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。おシェルさんのお金額の方は、標準状態ではい税込み99万円。はい、税込み99万円、100万円切りましたということでございますね。今回のこの見させていただいたシェル、はい全く同じものを作るってなるとどれぐらいになるんですか？これはね、もうレンジとかはい冷蔵庫、はいでっかいジャックリのはい。ポータブル電源、はいエアコン、はい窓等々もついてますまあので、全部含め。これだけ全部含めると内装も入れて150万ちょっとなるほど。かかりますけども、はいまあ DIY をする前提でいけば、はいはいもう本当に100万ちょっとぐらいでああ、まあそうですよね。結構ね、そうですよねこんな感じにできます。まあポータブル電源は容量によって金額が変わりますけど、はいもちろんですねはいポータブル電源抜きにすれば、はい内装 DIY すれば、これシェル自体は100万でちょっと一般的なシェルよりは若干高めな値段なんですけど、中を自分でやったりするとトータルは結構同じぐらいの値段でできちゃうんじゃないかなとそうですいうのと、まあ人と違うこういうね、ねちょっと遊び心のはいものが欲しい方はぜひおっしゃっていただければ、はいただいまの納期が約3ヶ月ほど3ヶ月ほど。早い方早いね。ます早い早い。全然早いですね。はい。お買い得でございますね。キャンピングカーとかね、なると、1年2年当たり前とかね。そうですねやったらもう3年とか、もうそうやね、はいなってくるか人気になるとそうなってきたりとかするんで、3ヶ月でシェルが乗れるとなると、はいだいぶ早い方かなと、そうですね、はい、思います。これちなみにジャンボとかよくぞ聞いてくれましたハイゼットジャンボ用を今お作っておりまして、おー、素晴らしい。9月に発売予定になっておりますので、いいですね。その時はどこにいるんでしょうか。また、あまだ北海道北海道で多分ちょっとまた次の機会にね、そうですね。ハイゼットジャンボの方もそうですね。レビューをしていただければ。もうぜひぜひさせていただきたいなと思います。あとはうちのクレストチャンネルがはい非常に皆さんチャンネル登録していただきまして、今1300人ぐらいおー、すごい。増えてる。急に増えました。すごい。ありがとうございますいや、素晴らしいですなのではいクレストチャンネルの方でも、はいシェルはでき次第ね。あ、そうですね。ハイゼットジャンボ用のやつは、はい動画にアップしますんで、はい気になる方は、はいぜひチャンネル登録とはいしていただいて、はいお楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、こんな感じでよろしいでしょうか。はいはい。ということで、また次回お会いしましょう。さようなら。